こんにちは、ケーキです。今回は、オーバーフロー水槽の上段にある飼育水槽と、下段にあるろ過槽を接続するための配管について紹介していきます。前回までの動画で、水槽の穴開け、配管用の台座の接着、バックスクリーンの貼り付け、配管の設計を紹介してきました。いよいよ上下の水槽を接続するわけですが、作業量が多くて長くなってしまうので、今回は塩ビパイプを切断したり、接着したりして、水槽の配管に使用するパーツを作るところを紹介します。作ったパーツを使って配管する作業は次回紹介します。まずは前回のおさらいです。設計の結果、今回のオーバーフロー水槽システムはこのような構成になっています。これにさらに各配管の寸法と接着箇所を決めたのがこちらの図です。それぞれの寸法や接着用品の根拠については各配管パーツを作りながら説明していきます。まずは飼育水槽に設置する排水管を塩ビパイプをカットして作ります。排水管の長さは目標の水位が25センチのため、そこから台座の高さや差し込みの深さ、表面張力による水位の上昇分を考慮して決めています。台座へ差し込む部分は水漏れの危険性を考えると接着した方がいいんですが、接着するとパイプを抜けなくなって水位の変更とかができなくなってしまいます。今回は水位を変えたい可能性を重視して接着はしません。接着しなくてもパイプを台座にしっかり差し込めば普通は水漏れはしません。VU40 の塩ビパイプにマジックで目印を書いて、それに合わせてパイプカッターで切断します。VU 管は薄くて変形しやすく、切断面が歪みやすいので、ゆっくり丁寧に作業していきます。排水管はカットするだけで完成です。次に排水管の内側に通す給水管を作ります。寸法は実際に配管を仮組みしながら実測ベースでちょうど良い場所に給水管の先端が来る長さに決めています。給水管は最悪水漏れしても水がろ過槽に流れるだけなので、水槽撤去や水位変更時の分解のしやすさを考慮して接着しないのが一般的です。今度は VP13 の塩ビパイプをさっきと同じようにマジックで切断箇所に目印をつけてパイプカッターでカットします。VP 管は VU 管よりも厚くて変形しづらいのでだいぶカットしやすいです。
ピストルに差し込みやすいよう、パイプの先端をパイプリーマーで面取りしておきます。次はシャワーパイプを作ります。寸法はウールボックスの中に収まるように決めています。ウールボックスの掃除がしやすいように接着はしません。水漏れした場合でもウールボックス内で水が飛び散るだけなので接着しないデメリットはありません。まずは VU40 パイプを2本カットします。先に長い方からカットします。寸法を測って丁寧にマーキングしておくとパイプが歪んでも寸法がずれにくいです。マーキングに合わせてパイプカッターで塩ビ管をカットしていきます。エルボに差し込みやすいように面取りもしておきます。同じ要領で短い方のパイプもカットします。次に長い方のパイプに水をシャワーにして流すための穴を電動ドリルで開けていきます。穴の位置は15ミリ間隔で1列につき7個、4列で合計28個開けます。穴は列ごとに互い違いになるようにします。
キャップにも穴を3個開けておきます。穴を開け終わったらこんな状態になります。穴を開けたままの状態だと穴の縁が鋭くなっているので、シャワーパイプを触った拍子に手を切る恐れがあります。そこで開けた穴の面取りをしておきます。電動ドリルの先端をドリルビットから面取りカッターに付け替えて穴に押し当てて面取りをします。面取りまでするとこんな感じになります。これで気を使わずにメンテナンスができます。エルボを使って組み立てをするとこんな感じになります。最後に給水管と排水管を接続する重要なパーツのピストル周りの配管を作っていきます。水槽に差し込む部分は分解しやすさを考慮して接着しませんが、他の部分は水漏れを防止するために全て接着します。寸法は水槽台の中にろ過層を設置して、シャワーパイプがウールボックスの中に収まるか、給水ホースはつなぎやすいかなどを考慮し、実測ベースで決めています。ストレートピストルは VU40 管の中央に VP13 エルボが来るように2つのパーツを円尾溶接したものなので、VU40 パイプと同じ要領でカットすることができます。まずはマジックでカットする場所に目印をつけます。パイプカッターで目印に沿ってカットしていきます。ストレートピストルのウールボックス側の先端には S 型ソケットという S 字に折れ曲がったパイプをつないでウールボックスにパイプが入る位置を調整します。S 型ソケットをつなぐ方は接着するのでパイプを深くまで差し込めるように面取りしておきます。反対側は水槽を撤去するときに分解しやすいように接着しないので、摩擦力が減らないように面取りはせず、サンドペーパーで軽く表面を整えておきます。S 型ソケットとストレートピストルを接着します。まずそれぞれの接着面に塩ビ管用の接着剤を塗ります。今回はタフダインという接着剤を使用しています。差し込む側のストレートピストルにはどこまで差し込めるのかをあらかじめマーキングしておきます。接着剤を塗ったら全力で力をかけてマーキングされた場所までしっかり差し込み、数十秒間保持して固まるのを待ちます。
次に、ポンプから伸びるホースをピストルに接続するパーツを作ります。ホースを塩ビ管に接続する方法はいくつかありますが、今回は紙肌から出ている塩ビ接続パーツというものを使います。これはアクアリウム用のホースを差し込んだ上で、ネジを締めて固定できるようになっている配管パーツです。塩ビ製で軽く、塩ビ管に直接接着もできるので、手軽に使うことができます。まずは塩ビ接続パーツを VP13 パイプに接着します。塩ビ接続パーツの内寸を測って、VP13 パイプをどこまで差し込めばよいか確認し、差し込む深さにマジックでマーキングしておきます。マーキングを目安に接着剤を塗り、しっかり力をかけて奥まで差し込み接着するという流れです。次は今までと同じように寸法を測ってマジックでマーキングし、VP13 パイプをカットします。カットした場所をパイプリーマーで面取りします。これまでと同じ要領で塩ビ接続パーツがついた VP13 パイプをストレートピストルに接着します。
これでピストル周りの配管パーツ作りは完了です。ここまでで作った塩ビ配管用のパーツを給水管はちょっと忘れちゃったんですが、並べてみました。左からピストル、排水管、シャワーパイプです。オーバーフロー水槽に組み付ける場合は、こんな感じの位置関係になります。右上が飼育水槽に設置する排水管、その下に水槽台の天板を挟んでピストル管が来て、さらにその下にシャワーパイプをつなぎます。次回はこれらの配管パーツを使って実際にオーバーフロー水槽を組み立てていきます。ちなみに今回紹介したオーバーフロー水槽用の塩ビ配管パーツを作る方法はブログ記事としても公開しています。ブログでは寸法の決め方や使用した道具に関してもうちょっと細かい内容を補足しているので、ぜひそっちも見てください。